皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。10月も半ばに入り、朝晩肌寒くなってきました。日中もそれほど気温が上がらず、この多肉たちにも時間を気にせず水やりをすることができるようになりました。そして9月の初めに胴切りしたコウノそして9月の初めに胴切りしたこのピーチブリレにはたくさん小株が出ていました。ちなみにこのピーチブリレはお日様も大好きですが、お水も大好きです。我が家で育てているピーチブリレはどの株も日当たりのいい場所に置くようにしています。そしてまめに水やりをしています。このピーチブリレはあっという間に大きく育ってくれるので、大きな株に育てたい方にはおすすめ。そしてこちらが先ほどたくさん小株が出ていたピーチブリレのカットしたロゼット部分を寄せ植えした鉢になります。ちなみにこの大きなロゼットのピーチブリレは葉がしわしわしていて、もしかしたら根っこが出ていないかもなんて思って抜いてみるとちゃんと根付いていました。皆さんも焦りは禁物ですよ。そしてダイソーさんのジャイアントブルーです。こちらは100均ではなく300円商品でしたが、多頭になっていたものを選んだものの、見事に小さい株は葉がバラバラになってしまっていました。これは残念。このバラバラになってしまった残りの葉で葉差しできるといいんですが、同じ鉢に植えていたこのハートディライトは葉が数枚折れてしまっていました。下の方の葉が折れていますが、これは原因が全くわかりません。そして茎も長く伸びてしまっているため、そろそろ胴切りしようと思っています。そしてこの火祭りは今すぐ絶対にやっての動画でカットした火祭りになります。この火祭りもピーチプリで同様にカットした茎から新芽がたくさん出ています。こうして見ると新しく出てきた芽にも成長の違いが感じられます。こちらの新芽の方が大きく成長しているのがわかりますね。そしてこの火祭りですが、日の当たらない影になっている場所はどうしても紅葉しにくくなってしまうため、鉢を回して全体的によく日が当たるようにしてあげると、ムラなくきれいに紅葉してくれます。カットして土に刺した方の火祭りも見ていきましょう。こちらの火祭りも親株と同様に新芽がたくさん出ています。そして長く伸びた穂先には小さな白い花芽がたくさんつき始めています。この新芽はまだ青々していて、これはこれで可愛いんですけど、寒くなるとこれが真っ赤に紅葉して本当に可愛くなります。まだ火祭りをカットしてないっていうあなた、まだまだ間に合います。火祭りを今すぐカットして土に刺してください。やり方がわからないという方は、今見ている動画の右上にカードを貼っておくので、そちらの動画を参考にして火祭りをカットしてみてくださいね。そして先週いただいてきたこのサクサクラレモスグリーンを傷んでしまわないうちに今日は植え付けしていこうと思います。
一緒に植わっていたおぼろ月の葉が落ちていたので、とりあえず拾っておきました。そしていつもなら小分けにポットでちまちま植え替えていくんですが、今回はこの大きな鉢にまとめてドバッと植え付けようと思います。早速鉢に植え付けていくんですが、とりあえず鉢に植わっていたものを半分そのまま袋に入れてもらい持って帰ってきたため、土を崩さずにそのまま鉢に植え付けていこうと思っています。とりあえず鉢の大きさはちょうどいいようなので、あとは苗の高さと鉢の高さを調節するぐらいです。ここからは少し早送りでお送りします。植わっていた土は花と野菜の培養土でしたが、下の土は少し水はけを良くするために鹿沼土が入っています。ちなみにこのサクサグラレモスグリーンも他のセダムと同様に横に張って株を広げていくタイプなので、この鉢の縁からあふれるほど元気に成長してくれると嬉しいです。白いトレイの中にポロポロと落ちているサクサグラレモスグリーンも無駄にはしません。鉢の縁に土を入れた後、この鉢に一緒に植え付けておきます。土が足りなかったため、新たに少し土を足しています。株元にしっかり土を入れて、根っこが見えないようにしておきます。少々葉の上に土がかかっていても大丈夫です。ピンセットの先で土をなじませていくと、かぶった土も自然に落ちてくれます。最後に空いているところにサクサグラレモスグリーンを挿して、鉢の縁には少し残っていた虹の玉の茎を植え付けておこうと思います。うまく育つかはわかりませんが、この鉢に一緒に植え付けして様子を見守ろうと思います。他のセダムもこうして早く植え替えしてあげたいんですが、なかなか時間がなくて思うようには多肉ごともはかどっていません。そして今年はかわいいリトルミッシーも気がつくといつの間にか消えてなくなってしまっていました。それでも全滅しないように考えて、少しずつですが寄せ植えに入れてあちこちに置いていたんですけどね。それでも今年の夏は暑さにやられて一つも残っていませんでした。はい、ということでサクサグラレモスグリーンの鉢植えが完了しました。お水をすぐにあげてもいいんですが、私は 2,3 日このまま水をあげずに置いておきます。ホームセンターで購入した多肉たちも大きな札から小さな札に変え、日当たりが良くなり、今日は購入してから初めて水やりをしようと思っています。はい、ということで今日の動画は、先月植え替えた多肉やカットした多肉のその後を見ていきました。そしてサクサグラレモスグリーンの植え替えをしていきました。いかがだったでしょうか。家の中に避難させていた多肉も涼しくなったので、もう外に出しています。この動画が良かったなって思っていただけたら、
高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。